ちょっとメンテのこももです。今日は前ももの張りを改善するマッサージとストレッチを紹介します。ヨガにも前もものトレーニングやストレッチにつながるポーズはたくさんあるのですが、反り腰などで前ももが硬くなっている方はポーズのキープが辛い方もいらっしゃるのではないかと思います。私も前ももがとても硬い方で、最初はストレッチしようとしても全く伸びない状態だったんですが、筋膜のつながりを意識して前もも以外の部分のマッサージやストレッチを取り入れたら少しずつ改善してきました。足のむくみやだるさの改善にもつながりますので、ぜひ一緒にやってみてください。それでは早速始めましょう。最初に前ももの硬さを確認しておきましょう。足を前に伸ばした状態から右膝を折り曲げ、右足をお尻の横に。足首を折り曲げず、足の甲をマットに下ろします。両手を後ろについて右膝をしっかりとマットに下ろし、なるべく両膝を閉じましょう。様子を見ながら両肘をマットに下ろします。この段階で足首に痛みがあったり、膝が離れてしまう場合は、今の感覚を覚えておきましょう。背中をマットに下ろせる方は仰向けになります。痛みを感じたり、腰が強く反ってしまう場合は、決して無理しないでください。仰向けになることができる方は、腰や膝がマットから浮いていないか、膝を閉じることができるかどうかを確認しておきます。それでは起き上がって左足も同じように確認しましょう。右足を伸ばしたら左膝を折り曲げます。左足をお尻の横に、足首を折り曲げず足の甲をマットに下ろしましょう。両手を後ろについて左膝をしっかりとマットに下ろし、なるべく両膝を閉じます。様子を見ながら、まずは肘をつきましょう。体のどこにも痛みなどが出なければ仰向けに。腰や膝がマットから浮いていないか、膝を閉じることができるかどうか、今の前ももの柔軟性を確認しましょう。確認することができたら、起き上がって左足を伸ばします。前ももにある4つの筋肉が集まった大腿四頭筋は、フロントラインと呼ばれる筋膜のつながりで首から足の甲までつながっています。このフロントラインに着目して全身をほぐしていきましょう。右足を左膝の上に乗せます。親指以外の4本の指を折り曲げて足の甲を伸ばして、まずは足指の付け根あたりから小指から親指側に向かって手の指先を滑らせて、徐々に足首に向かっていきます。柔らかい呼吸を続けながら足の甲を全体的にほぐしていきましょう。親指以外の4本の指先を持ち上げる働きを持つ短視神筋、長視神筋はフロントラインの始まりとなり、すねや前もも、お腹、胸を通って首まで影響しますので、最初にしっかりほぐしましょう。あと5秒。3、2、1。右膝を立て、くるぶしから伸びる硬い骨、腓骨を探しましょう。右手を握って中指の関節を出したら、腓骨の前側の際に関節の硬い部分を当てます。息を吐きながら足首から膝に向かって、骨から筋肉を剥がすように指を滑らせましょう。長視神筋は足の親指以外の4本の指先から足の甲を通ってすねまでつながっていて、足指や足首の柔軟性に関わります。
直接的なこりを感じにくい筋肉ですが、滞りを感じる方は足指や足首の柔軟性の低下につながっている可能性があります。あと5秒。3、2、1。もう一度右足を左膝の上に乗せます。すねの前面にある硬い骨、脛骨を探し、両手ですねを覆うようにして、脛骨の外側にある前脛骨筋を親指以外の4本の指で触りましょう。指を上下に揺らしながら、足首から膝に向かって全体的にほぐしていきます。また前脛骨筋はすねから土踏まずにつながっていますので、通り道になっているくるぶしの前側もほぐしましょう。前脛骨筋は長子心筋と共同して足首を折り曲げ、つま先を持ち上げます。疲労しやすい部分なので定期的にセルフケアしましょう。あと5秒。3、2、1。左手で親指以外の4本の指を折り曲げ、足の甲を伸ばしましょう。左手を引き寄せて足先を上に向け、さらに足の甲を伸ばします。次に息を吸いながらお尻でマットを押して背骨をまっすぐに。右手を右膝の上に乗せて膝を下に押していきます。痛みを感じるほど伸ばさず、気持ちよさを感じるくらいで呼吸を意識しましょう。ここまでマッサージしてきた長子心筋、前脛骨筋を今度はストレッチします。足の指先から足の甲、すねを通って膝までのつながりを意識しましょう。あと5秒。3、2、1。右足を伸ばして左足を右膝の上に乗せましょう。親指以外の4本の指を折り曲げ、足の甲を伸ばします。まずは足指の付け根あたりから小指から親指側に向かって手の指を滑らせ、徐々に足首に向かっていきます。足の甲を全体的にほぐしていきましょう。足の甲をほぐすことですねまで柔軟になり、足首の可動域が広がって足元が安定します。むくみの改善や疲労回復効果も高いので、しっかり滞りを流しましょう。あと5秒。3、2、1。左膝を立て、くるぶしから伸びる硬い骨、腓骨を探しましょう。左手を握って中指の関節を出したら、腓骨の前側の際に関節の硬い部分を当てます。息を吐きながら足首から膝に向かって骨から筋肉を剥がすように指を滑らせましょう。足指から始まって腓骨に沿って膝まで伸びる長子心筋が硬くなると、歩く、走るなどの動作の際につま先を持ち上げてスムーズに足を運ぶのが難しく、小さな段差などで転びやすくなります。また日常的にヒールを履く習慣のある方は常に緊張した状態になるので、毎日ケアしたい部分です。あと5秒。3、2、1。もう一度左足を右膝の上に乗せます。すねの前面にある脛骨を探し、両手ですねを覆うようにしてすねの外側を触りましょう。指を上下に揺らしながら足首から膝に向かって全体的にほぐしていきます。また前脛骨筋はすねから土踏まずにつながっていますので、通り道になっているくるぶしの前側もほぐしましょう。前脛骨筋は日常生活の様々な動作をはじめ、
運動時にも負荷がかかりやすいので、筋トレやランニング後などのアフターケアにもおすすめのマッサージです。あと5秒。3、2、1。右手で親指以外の4本の指を折り曲げ、足の甲を伸ばしましょう。足先を上に向け、さらに足の甲を伸ばします。次に息を吸いながらお尻でマットを押して背骨をまっすぐに。左手を左膝の上に乗せて膝を下に押し下げていきます。足の指先から膝までのつながりを意識しながら、長子心筋、前傾骨筋を心地よく伸ばしましょう。日常生活では足の甲やすねを含む体の前側をストレッチする動作がほとんどないため、硬くなりやすい部分です。丁寧なストレッチで少しずつ可動域を広げましょう。あと5秒。3、2、1。次はうつ伏せになりましょう。足を腰幅くらいに広げ、肘を曲げて両手を顔の横に。息を吸いながら胸を持ち上げ、まずは両肘をマットにつきます。ここで腰が反って腰や背中に痛みがあるようだったら無理せず、この体勢をキープするかうつ伏せに戻りましょう。大丈夫な方はもう一度吸いながらゆっくりと手でマットを押して上半身をさらに起こしていきます。腰の痛みよりお腹が心地よく伸びる感覚を味わって、痛みがある場合はいつでも元に戻しましょう。首がすくんでしまう方は手をもう少し前についたり、手の幅を広くして首を長く胸の前を広くしましょう。あと5秒。3、2、1。息を吐きながら上半身をマットに下ろします。それでは起き上がって右足が前になるように安座になりましょう。お尻でマットを押して背骨をまっすぐにしたら、右鎖骨の下に両手を当て、息を吸いながら顎を左上方向に上げていきます。耳の裏側から鎖骨の中心に向かってつながる胸鎖乳突筋を意識してストレッチしましょう。利き手で胸鎖乳突筋を探し、痛みがなければ人差し指と中指で挟みながら、軽く押したり左右に揺らしながらほぐします。猫背でうつむきがちな姿勢になっていると、硬く縮んで探しにくくなっている方もいるかもしれません。最初はストレッチしながら上から軽くさするだけでも大丈夫です。あと5秒。3、2、1。次は右膝を立て、左手をマットに下ろします。右腕の肘下を前ももに当て、ぐっと押し込んで圧迫しながら上下に揺らしましょう。膝を外側に向けたり、内側に倒したりしながら、前ももを全体的にほぐしていきます。前ももの筋肉は4つの筋肉が集まって大腿四頭筋と呼ばれています。体の中でもかなり大きい筋肉の集まりで全身に与える影響も大きく、衰えると血行不良やむくみ、基礎代謝の低下などから太りやすさにもつながりますので、柔軟に保ちましょう。あと5秒。3、2、1。右膝を倒して左足が前になるように安座になりましょう。お尻でマットを押して背骨をまっすぐにしたら、左鎖骨の下に両手を当て、
息を吸いながら顎を右上方向に上げていきます。耳の裏側から鎖骨の中心に向かって首筋を伸ばしていきましょう。利き手で胸鎖乳突筋を探し、痛みがなければ人差し指と中指で挟みながら軽く押したり左右に揺らしながらほぐします。首こりだけでなく頭痛にもつながりやすい筋肉なので、鎖骨から後頭部へのつながりを意識してストレッチしましょう。あと5秒。3、2、1。次は左膝を立て、右手をマットに下ろします。左腕の肘下を前ももに当て、ぐっと押し込んで圧迫しながら上下に揺らしましょう。膝を外側に向けたり、内側に向けたりしながら前ももを全体的にほぐしていきます。大腿四頭筋は膝から骨盤につながっているので、硬くなると腰が強く反って反り腰や腰痛につながります。長年の姿勢不良からガチガチにこわばってしまう場合もありますので、最初はマッサージで表面の筋膜を柔らかくしてからストレッチするのがおすすめです。あと5秒。3、2、1。最後に改めて前ももの柔軟性を確認しましょう。左足を伸ばし、右膝を折り曲げ、お尻の横で足の甲を寝かせます。まずは両手を後ろについて、様子を見ながら肘をつきます。大丈夫であれば仰向けになりましょう。最初の状態と比べて深く倒れることができるか、膝の開き具合や浮き具合、腰の反り具合などに改善が見られたかどうか確認してください。柔軟性には個人差がありますので、無理なく前もものストレッチが感じられるところで3呼吸繰り返しましょう。1、2、3。それではゆっくりと吸いながら上半身を起こして足を入れ替えましょう。右足を伸ばして左膝を折り曲げ、お尻の横で足の甲を寝かせます。まずは両手を後ろについて様子を見ながら肘をつきます。大丈夫であれば仰向けになって最初の状態と比べてみましょう。深く倒れることができるか、膝の開き具合、浮き具合、腰の反り具合などに改善が見られるか確認してください。無理なく前もものストレッチが感じられるところで3呼吸繰り返しましょう。1、2、3。ゆっくりと吸いながら上半身を起こして左足を伸ばします。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。いかがでしたか？今日はフロントラインを意識した筋膜リリースを行いました。体の前側のラインを全体的にほぐすことで、張りや辛さを感じていた前ももがほぐれる感覚を実感していただけたら嬉しいです。この動画ではフロントラインを紹介しましたが、体の前と後ろで対になっているバックラインは互いに影響を与え合います。気になる方は右上のボタンか概要欄のリンクからバックラインの筋膜リリース動画も確認してください。そしてこの動画が気に入っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録をいただけると嬉しいです。また、毎週水曜日の夜21時から30分、リラックスヨガのライブ配信をしています。週半ばの疲れをゆっくりほぐしていただけたらと思いますので、
お時間が合えばお越しください。一緒にヨガをしながら同じ時間を共有できたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。